INFJ の皆さん、浅い関係に疲れる、深いつながりを求めてしまう、そんな自分を責めていませんか？実はあなたが浅い関係に違和感を感じるのは、あなたの直感が教えてくれているサインなんです。そこには人生を豊かにする3つの宝物が隠されています。今日はその秘密を完全に解明します。お疲れ様です。会社員のひなたです。私のチャンネル、会社員ひなたの16タイプ分析では、 MBTI を通して皆さんの生きづらさを自分らしさへと変えていくヒントをお届けしています。前回の動画では INFJ が人間関係で疲れるのは、実はあなたの他のタイプより高いコミュニケーション能力を持っているからだとお話ししました。たくさんのコメントをいただいて本当にありがとうございます。今回はその続編として、なぜ INFJ は浅い関係を避けてしまうのか、そしてそれが実はどんな意味を持つのかについて深掘りしていきます。この動画を最後まで見れば、みんなと仲良くしなきゃというプレッシャーから解放され、あなたの感じる違和感が実は自然なものだと理解できるはずです。そしてその特性を生かしてより充実した人生を送るヒントも得られます。INFJ の皆さん、こんな経験ありませんか？職場の休憩時間、特に話すこともないのに、なんとなく周りの会話に合わせて雑談をしたり、 SNS でいいね押すために興味のない投稿をスクロールしたり、そんな表面的な付き合いになんだか疲れてしまう。みんなと仲良くしなきゃ、協調性がないって思われたらどうしようというプレッシャーを感じながら、本心ではこの時間もっと有意義に使えないかなと考えてしまう。飲み会やイベントでたくさんの人と広く浅く交流することにどうもエネルギーを消耗してしまって、家に帰るとぐったり、そして私だけこんなに疲れるなんておかしいのかなと自己嫌悪に陥ってしまう。あるいは周りからは付き合いが悪い、とっつきにくいとか、ちょっと変わった人って思われているんじゃないかって内心不安になる。でも無理して浅い関係を続けると心がすり減って、本当に大切なものが見えなくなってしまうような感覚に陥る。会社のランチや飲み会で話題についていけない、大人数のグループ LINE は正直しんどい。世間話や表面的な会話をしているとどっと疲れる。めちゃくちゃわかります。多くの INFJ がこうした葛藤を抱えています。しかし安心してください。あなたが浅い関係に違和感を感じるのは、あなたが社会の一般的な価値観から外れているからではありません。それはあなたの内側から湧き上がる自然な感覚なんです。浅い関係を避けてしまう自分って社交的じゃないのかなと心配になるかもしれませんが、実はそこには大事な意味があると考えられます。心理学の視点から見ると、この特徴には意外な意味があるのです。浅い関係を避けることは決してネガティブなことではありません。むしろそれはあなたの人生に特別な豊かさをもたらす可能性があります。まずは一つ目の宝物から一緒に見ていきましょう。一つ目の宝物は真の理解と揺るぎない絆です。 INFJ は表面的な付き合いに満足できない傾向があります。それはみんなと仲良くするよりも、一人でも深い関係を築くことを心の底から求めるからです。例えば一人でもこの人なら自分を分かってくれると思える相手がいるとすごく安心できる。長い沈黙があっても気まずくならない友人、言葉にしなくても気持ちが通じる感覚、こういう心の深い部分でつながれる相手との絆は、数よりも質に重きを置く INFJ にとってかけがえのないものです。でもなんで INFJ はこのように関係性の質を重視する傾向もあるのでしょうか？これは INFJ が持つ内向的直感 NI と外向的感情 FE という認知機能の組み合わせが関係していると考えられます。内向的直感は物事の本質やパターンを見抜く能力であり、外向的感情は他者の感情や価値観を敏感に察知し共感する能力です。この特性があるため INFJ は相手の表面的な部分だけでなく、その人の深い価値観や心の奥底にある感情、そして人生の目的までをも理解しようとします。そして自分自身もまた深く理解されることを望みます。そのため表面的な会話や社交辞令では満たされないんですね。僕も心から話せる友達は少ないけど、その分すごく大切に感じるのだ。まさにそうです。浅い関係にエネルギーを費やさないことで INFJ は限られた時間と心のスペースを本当に大切な人との関係に集中させることができます。その結果、困った時に本当に頼れる魂レベルでつながるような揺るぎない絆を築くことができるんです。例えば多くの人は SNS で何百何千人とつながっている中で、あなたはごく少数の人との深い対話を重視するかもしれません。それは表面的なつながりの数よりも、お互いの価値観を共有し言葉なくとも理解し合うような関係性により大きな忠実感を見出すからです。大人数のグループでワイワイするのは苦手でも、少人数で深い話ができるときはエネルギーが満たされるという体験ありませんか？分かってくれる人が一人いれば十分。表面的な会話にエネルギーを使うなら一人でいたいと感じるのは自然なことです。これは人間関係の本質を見抜く力があるからこそ、量より質を選んでいるんです。
でも友達が少ないと寂しくないのだ。それは素晴らしい質問ですね。確かに数だけ見ると少なく感じるかもしれません。でも INFJ にとって大切なのは理解されているという実感なんです。表面的な100の関係より深く理解し合える一つの関係の方が心の充足感は高いと感じませんか？実際に研究でも深い友情を持つ人の方が多くの知り合いを持つ人よりも幸福度が高いという結果が出ていると言われています。 INFJ は本能的にこの充実感につながる関係性を選んでいるんです。この宝物を育むためのコツは、自分と価値観が合う人、話していて疲れない人、一緒にいて自然体でいられる人を大切にすることです。そういう人との時間を優先することで、この宝物はさらに輝きを増します。自分が安心できる相手と少しずつ本音を話してみる。無理にグループに合わせるより信頼できる人との関係を優先する。浅く広く、より深く狭くを自分のペースで選ぶ。こうした工夫で心から信頼できる絆は少しずつ育っていくものです。でもこれだけではありません。2つ目の宝物はさらに驚くべきものです。深い関係を選ぶことで得られるもう一つの驚くべき宝物があります。これを知ると、なぜ INFJ は一人の時間を大切にするのか、なぜ内省を好むのかを完全に理解できます。この宝物は現代社会で多くの人が失いつつあるとても貴重なものなんです。次は、なぜ INFJ の一人の時間を大切にしたくなるのかという観点から2つ目の宝物をお話しします。2つ目の宝物は揺るぎない自己軸と内なる平和です。現代社会は情報過多で他者の意見や評価が溢れています。 SNS を見れば他人のキラキラした生活が目に飛び込んできて、自分の人生と比較してしまったり、周りの意見に流されて本当に自分が何をしたいのか見失ってしまったり、浅い関係に消耗する時間とエネルギーを削減することは、外部の雑音から自分を守り、自己と深く向き合う時間を確保することにつながります。 INFJ は一人で過ごす時間に自分の本音やこうしたいという軸を見つけるタイプです。例えば SNS やグループ LINE を見ないで静かな時間を作ると気持ちがリセットでき、他人の意見や評価ではなく自分の感覚や直感を信じて物事を選べる。一人の時間に本当に大事にしたい価値観に気づける。 MBTI 的に言えば内向的直感 AI は静かで邪魔されない環境でこそその力を最大限に発揮すると考えられています。外部からの刺激を遮断することで内省が深まり、自分の価値観や目標を深く探求するプロセスが促進されます。自分は本当はどうしたいのか、今何に心が反応しているのか、この問いを持てることで他人の期待やプレッシャーに振り回されず、自分のペースで人生を選びやすくなります。僕も一人でいると心が落ち着くのだ。なんだか自分と向き合える時間なのだ。まさにその通りです。この自己と向き合う時間を持つことで INFJ はブレない自分の軸を確立し、内なる平和を見つけることができるんです。例えば他者の意見に左右されず本当に自分が納得できる選択ができるようになったり、 SNS のいいねの数や他人の評価に振り回されることなく自分の興味や情熱に集中できる喜びを感じるようになったりするでしょう。一人でいる時間が一番落ち着く。自分の気持ちを整理する時間がないと無理と感じるのは自己理解が深く自己管理能力が高い証拠と言えるでしょう。でも一人ばかりだと寂しくないのかな、とはいえ一人ばかりだと寂しくないのかなと感じることもあると思います。そういう時は無理に孤独を美化しなくても大丈夫。誰かとつながりたくなったら自分に無理のない範囲で心地よい人間関係を築けばいいんです。一人の時間と人との関係、そのバランスは人によって違って当然です。大切なのは自分にとって心地よいバランスを見つけることです。例えば週末は一人の時間を大切にしつつ、平日は少人数での深い会話の機会を作るといった工夫もできますね。あるいはオンラインでの深いつながりと現実世界での関係をバランスよく組み合わせる方法も考えられます。この宝物を育むためのコツは、定期的に一人の時間を作ること、デジタルデトックスをすること、そして自分は今何を感じているかを意識的に振り返ることです。例えば朝の30分誰にも邪魔されない時間を確保する。週に一度は SNS を見ない日を作る。日記をつけて自分の感情や思考を整理する。自然の中で過ごす時間を意識的に作る。これらの習慣はあなたの内なる声を聞く力を高め、自分らしい選択ができる力を育ててくれるでしょう。この宝物はあなたが社会の波に飲み込まれることなく、自分らしく穏やかに生きるための羅針盤となってくれるはずです。そして3つ目の宝物こそが多くの INFJ が気づいていないあなたの人生、聞いては社会全体に大きな影響を与える可能性を秘めた最大の価値かもしれません。最後の宝物は多くの INFJ が自分では気づきにくい人生の創造性と直感力に関わることです。これを理解すると、あなたの浅い関係を避けるという選択が実は人生において意味のある戦略だったことが分かります。なぜならその選択があなたの内なる才能を解き放つ鍵となるからです。浅い関係を避けるという選択が
どうやって新しいアイデアや自分らしい道につながるのか一緒に考えていきましょう。3つ目の宝物は無限の創造性と人生の方向性を見極める直感力です。 INFJ は雑多な人間関係や表面的な付き合いにエネルギーを消耗しやすい特性があります。しかし浅い関係を避けることでその節約したエネルギーをより本質的な思考や創造的な活動につぎ込むことができるようになります。人との距離感を大切にし自分の内側に目を向ける INFJ は雑多な人間関係に消耗しにくくなった分自分のために使えるエネルギーや時間が増えます。その時間が新しい発想やこうしてみたいという直感的なひらめきにつながることも多いです。内向的直感 NI は外部の雑音や情報が少ない環境でこそその洞察力やパターン認識能力が最大化されると考えられています。これによりあなたは未来の可能性を予測したり複雑な問題の根本的な解決策を見出したりあるいは全く新しいアイデアを生み出したりする能力が研ぎ澄まされます。例えば静かな時間にふと浮かんだアイデアが大きな転機になった、大勢の意見に流されずなんとなく違和感があると感じた道を選ばなかったことで結果的に自分に合った選択ができた、創作活動や趣味に熱中している時誰かの目を気にせず自由に表現できた。僕も静かな場所でいるとふと良いアイデアが浮かぶことがあるのだ。まさにそうですね。静かな環境でこそアイデアが湧いてくる。なんとなくこれは違うと感じる選択を避けて正解だったといった経験はこの宝物がもたらす恩恵です。この研ぎ澄まされた直感はあなたの人生の重要な選択における内なるコンパスとなってくれるでしょう。キャリアの岐路、人生のパートナー選び、住む場所の決定など論理だけでは判断できないような場面であなたの直感が正しい方向へと導いてくれることがあります。例えば転職を考えている時条件は良いけれど何か違和感を感じる会社よりも直感的にここだと感じた会社を選ぶことで結果的に自分に合った環境で働けたという経験はありませんか？またこの創造性と直感力はあなたがアーティストとして作家として研究者としてあるいはビジネスにおける戦略家として独自の価値を提供できる可能性を秘めています。 INFJ の内向的直感は外部の情報が多すぎると本領を発揮しにくいですが余計なノイズが減ると本来の洞察や予感が生きてきます。でもどうやってその直感を信じればいいのだ？素晴らしい質問ですね。直感を信じるのは最初は怖いかもしれません。でも INFJ の直感はこれまでの経験や知識を無意識に統合した結果として現れることが多いんです。まずは小さな選択から始めてみてください。今日は何を食べたいか、どの道を通って帰るかといった日常の選択で直感に従ってみる。そしてその結果を振り返ってみる。きっと思っていた以上に良い選択をしていることに気づくはずです。また直感を磨くためには静かな環境で内省する習慣を持つことが大切です。瞑想や散歩、自然の中で過ごす時間は直感を研ぎ澄ますのに役立ちます。この宝物を日常に生かすには自分だけのリラックス空間や時間を作る。こう感じる自分を否定せずまず受け止めてみる。インスピレーションが浮かんだらすぐメモしてみる。社会の中で何かを想像したりより良い選択をするときこの自分の感覚を信じられることは大きな力になります。3つの宝物全部すごいのだ。でもこれを日常でどう活かせばいいのだ？それではこれらの宝物を最大限に生かすための具体的な方法をお伝えしますね。3つの宝物、日常生活で最大限に生かすための5つのコツをお伝えします。1つ目は境界線の設定です。すべての誘いに応える必要はありません。この人との時間は私にとって意味があるか、この集まりは私のエネルギーを高めてくれるかを基準に選択してください。例えば今週は疲れているからこの飲み会はパスしようと決めることも自己管理の一つです。2つ目はエネルギー管理です。社交的な活動の前後には必ず一人の時間を確保しましょう。充電時間と考えて読書や散歩、音楽を聴くなど心が落ち着く活動を取り入れてください。例えば重要な会議の前に15分だけ一人で静かに過ごす時間を作るだけでも心の準備ができます。3つ目は自己肯定の習慣です。変わっているという評価を恐れる必要はありません。あなたの特性はあなたらしさの大切な一部です。毎日自分のいいところを一つ見つけて認める習慣を作ってみてください。今日は自分の直感を信じて良い選択ができたなど小さな成功を認めることが大切です。4つ目は深い関係を築くコミュニケーションです。表面的な話題だけでなく最近どんなことを考えてる？何にワクワクしてる？といった相手の内面に触れる質問を大切にしてください。深い会話はお互いの信頼関係を築く基盤になります。5つ目は創造性と直感力を高める習慣です。日記を書く、瞑想をする、自然の中を歩くなど内なる声に耳を傾ける時間を作ってください。そして直感で感じたことを小さなことから実践してみてください。例えばこの本を読みたいと感じたら理由はわからなくても読んでみる。後からなぜ読みたかったのかも理由のわかることもあります。これらを意識するだけで3つの宝物がより輝き
あなたらしい豊かな人生を送れるようになります。境界線って難しそうだけど大切なのだ。僕も練習してみるのだ。そうですね。境界線を設定するのは最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ練習していくことで自然にできるようになりますよ。まずは小さなことから始めてみてください。今日お話しした3つの宝物。1、真の理解と揺るぎない絆。2、揺るぎない自己軸と内なる平和。3、無限の創造性と人生の方向性を見極める直感力。これらはあなたが浅い関係を避けるという特性を持っているからこそ得られるかけがえのない宝物です。私も長い間もっと社交的になれたらいいのに、みんなみたいに気軽に人と付き合えたらいいのにって思っていました。でも今はわかります。私たち INFJ には私たちなりの人間関係の築き方があり、それは決して劣っているわけではないということ。あなたも同じです。あなたが浅い関係に疲れを感じるのは、より深くより本質的なつながりを求める心があるからです。それはとても自然で美しい特性なんです。もう普通に合わせようと無理をする必要はありません。あなたはあなたらしく自分の特性を生かして豊かな人間関係を築いていけばいいんです。社会にはいろんな人がいて、いろんな関係の築き方があります。あなたの方法もその中の一つの素晴らしいあり方なんです。大切なのは自分の特性を理解し、それを生かしながら自分らしい人生を歩むことです。あなたの持つ3つの宝物はきっとあなたの人生を豊かにし、周りの人にもいい影響を与えてくれるはずです。私はこれでいいと思える瞬間がきっと少しずつ増えていくはずです。次回はINFJ 少数精鋭の人間関係、質の高い友人を自然に引き寄せる方法をお話しします。今日の3つの宝物を生かすためにはどんな人と深い関係を築くかが重要です。実は INFJ には質の高い友人を自然に引き寄せる特別な方法もあるんです。友達が少ないのが悩みと思っている方も多いかもしれませんが、実はそれは少数精というとても賢い人間関係の築き方なんです。これは INFJ のコミュニケーション能力が高いからこそ自然と質の高い関係を求めている証拠とも言えます。次回の動画ではどうしたら気の合う友達と出会えるのか、自然体のままで関係を深めるコツなど、量より質を重視する INFJ だからこそできる本当に信頼できる友人を引き寄せる具体的な方法をお伝えします。この人となら深いつながりを築けそう、自分らしくいられる関係を増やしたい、そんな風に感じる方にはきっと役立つ内容になるはずです。もし今日の話が少しでも役に立ったらコメント欄であなたの体験も教えてください。どの宝物が一番響きましたか？浅い関係で疲れた経験はありますか？深いつながりを感じた瞬間はありますか？何でも大歓迎です。同じ INFJ 同士、お互いの体験を共有しながら一緒に学んでいきましょう。今日の動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。 INFJ の皆さんが自分らしく心豊かな人生を送れるよう、これからも情報をお届けしていきます。次の動画も絶対見てほしいのだ。質の高い友人を引き寄せる方法、僕もすごく知りたいのだ。友達は少なくても心からつながれる友達がいれば幸せなのだ。みんなのコメントも楽しみに待ってるのだ。今日の動画最後まで見てくれてありがとうなのだ。